画面の前のあなた、こんにちは。今日は、藤井風さんの知られざる感動エピソードをたっぷりとお届けします。この動画は、寝る前や休憩中にゆっくりとお聞きください。心がじんわりと温かくなる、そんなひとときになれば嬉しいです。天才ピアニスト、そしてシンガーソングライターとして世界中を魅了する藤井風さん。でも、その素顔にはもっともっと温かくて優しくて、時にはお茶目で、そして涙が溢れるような物語が隠されているんです。この動画では42話の貴重なエピソードを6つの章に分けてご紹介します。第1章は幼少期、幼い日の藤井風について、3歳からのピアノ、YouTube 開始のきっかけ、ふわふわ走りまで7つのエピソード。第2章は両親との絆、ヘルプエバーハードネバーの教え、状況承諾の舞台裏、父のサングラス、母の刺繍タオルなど9つの心温まる物語。第3章はほっこりエピソード、地元の横断幕、母の日のストーリー、兄、ソラさんとの音楽パートナー関係など7つの癒しのひととき。第4章は感動の瞬間、ニューヨーク武者修行、2020年の生配信ライブ、日産スタジアムでのフリー、紅白を実家から中継、子供病院慰問など9つの涙腺崩壊エピソード。第5章は泣けるストーリー、名曲帰ろう誕生秘話、上行寺に家族と別れて号泣、ダンサーと涙を共有した瞬間など3つの深い物語。そして第6章はお茶目な藤井風、なんなんの誕生秘話、8ジャムでのシャーなし発言、ローソンのロッピーで ATM 勘違い事件、中学時代の面白ランキングまで7つの笑顔になれるエピソード。それでは藤井風さんの優しい世界へ一緒に旅立ちましょう。第1章、幼少期、天才の原点、そこには家族の愛があった。この章では幼い藤井風さんがどのようにして音楽の道を歩み始めたのか、その原点となる7つのエピソードをお届けします。エピソードその1、3歳からのピアノ、そして音楽漬けの日々。岡山県里庄町、のどかな田舎町で藤井風さんは4人兄弟の末っ子として生まれました。3歳の頃からお父さんの膝の上に乗せられてピアノを弾き始めます。お父さんは元ミュージシャン志望、音楽が大好きで、風さんにジャズやクラシック、歌謡曲や演歌、昔のポップスまで本当に幅広いジャンルの音楽を聴かせてくれました。物心ついた時から音楽漬けの子供時代だった風さん自身がそう語るように、家に帰ればいつもピアノの音色が響いていたんです。お父さんは自宅と経営していた喫茶店リッチャムにピアノやエレクトーンなどたくさんの楽器を置いていました。風さんはその楽器たちに囲まれて自然と音楽の才能を開花させていったのです。エピソードその2、お父さんの先見の明へ、 YouTube の時代が来る。風さんが小学6年生の頃、お父さんはある日こう言いました。これからは YouTube の時代だ。当時はまだ YouTube が今ほど一般的ではなかった時代。でもお父さんはその可能性を信じていました。そして2010年1月1日、風さんが12歳の時、実家の喫茶店ミッチャムで撮影した風さんのピアノ演奏動画を YouTube に投稿し始めたのです。クラシックや J-POP、洋楽まで耳コピで自在にアレンジする風さんの演奏は次第に話題になっていきます。2012年、中学生だった風さんがボカロ曲千本桜をジャジーにアレンジしたピアノ演奏動画は大きな反響を呼びました。早くからネットを通じて才能を発揮できた背景には、お父さんの先見性と家族の温かいサポートがあったんですね。エピソードその3、英語とグローバル思考。幼い頃から世界を見ていた藤井風さんは
幼少期からお父さんに英語を教わり、自分でも独学で習得しました。デビュー前から洋楽のカバー動画をたくさん投稿、自分で和訳した英訳詞のテロップをつけるなど、子供の頃から日本だけに限定せず、世界に届けようという意識を持っていたんです。実際、インスタグラムでは英語で発信することを自らに課しています。日本だけに限定しない届け方をできるだけやっておこうというのが最初からあった。風さん自身が NHK のインタビューでそう語っていました。世界に向けてメッセージを届ける努力を幼い頃から続けていた藤井風さん。その姿勢が今の国際的な活躍につながっているんですね。エピソードその4、運動会のふわふわ走り。風さんの近所に住んでいた方の証言です。とてもふわふわした子という印象だった。運動会のかけっこでも一生懸命腕を振って走るのではなく、両手を広げてふわふわと走っていたんだそうです。まるで風に乗って飛んでいくような、そんな走り方。小学校の通学班での登下校の際も、風くんは一人で登校することが多く、ご両親が行ってらっしゃいと角を曲がって見えなくなるまでずっと見守っていたそうです。このふわふわという表現は、風さんの自然体で力まない生き方を象徴しているようで、心が温かくなりますね。エピソードその後、3歳からのピアノ教育と英語環境。お父さん藤井光雄さんの教育方針により、風さんは3歳からクラシックピアノを始めました。自宅と喫茶店にはピアノやエレクトーンなど複数の楽器が設置され、幼少期から英語教育も受けていました。家庭内で日常的に英語が使用されていたというから驚きです。お父さんの口癖は、人にお願いされる人間になりなさい。どんな場所でも良い主人公を演じきりなさい。この教えが風さんの人格形成に大きな影響を与えたんですね。エピソードその6、家族の名前。空、海、陸、風。藤井風さんは4人兄弟の末っ子。兄弟の名前は上から順に空、海、陸、風。自然にちなんだ漢字一文字で統一されています。お父さんは喫茶店ミッチャムを40年以上経営しながら、兄弟全員にクラシックピアノを教えてきました。お母さんは喫茶店をお父さんと一緒に切り盛りし、家族の中心的な役割を果たしてきたそうです。自然の名前を持つ4人兄弟。その名前の通り、それぞれが自由に、そして力強く生きているんですね。エピソードその7、物心ついた時から音楽漬け。あるインタビューで風さんはこう語っています。物心ついた時から音楽漬けの子供時代だった。お父さんが膝の上に乗せて演歌、歌謡曲、昔のポップス、ジャズ、クラシックなど様々な音楽を聴かせてくれたんです。小学6年生の終わりくらいに初めての動画投稿を行うなど、極めて早期から音楽環境に身を置いていました。この恵まれた音楽環境が天才藤井風を育んだんですね。さて、第一章幼少期を通じて、私たちは藤井風さんという天才がどのようにして生まれたのかを知ることができました。3歳からピアノに囲まれ、お父さんの先見の目によって YouTube 時代にいち早く飛び込み、世界に向けてメッセージを発信する意識を持ちながら、のどかな岡山でふわふわと自然に成長していった少年藤井風。その原点には、ご両親の深い愛情と、人にお願いされる人間になりなさい。どんな場所でも良い主人公を演じきりなさいという人生の教訓がありました。第一章で学んだこと、それは天才は決して一人では生まれないということです。両親の愛情、家族の支え、そして人生の指針があってこそ本当の才能は開花するんですね。そして
これから始まる第2章から第6章では、この原点を離れた藤井風さんが世界の舞台でどのように成長し、どのような物語を紡ぎ出したのかをお話しします。第2章両親との絆では、風さんとご両親の関係がどれほど深いのか、第1章で教わったHelp Ever Hard Neverという人生のモットーがいかに風さんの音楽活動の根幹に流れているのか、そして上京時に親元を離れた時の涙についてお話しします。親への思いの深さ、地元への思いの深さ、それが音楽を通じて世界中の人々の心に届く力になっているんですね。次の第2章をご覧いただくことで、あなたは藤井風さんという人間の本当の優しさと親を思う気持ちがどれほど深いのかを感じるでしょう。その後の第3章から第6章では、ほっこり、感動、涙、お茶目という4つの感動エピソードを通じて、藤井風さんという人間の全てが描かれています。地元への思いを忘れず、世界で活躍する姿、コロナ禍の中でファンのためにできることを探り続ける姿勢、親元を離れた時の深い涙、ステージの上のクールな佇まいとは裏腹に、日常では素朴でお茶目な一面、これら全42のエピソードが最終的にたどり着くのは、Help Ever Hard Neverという愛の原則がいかに風さんの人生の全ての場面で実践されているのかということなんです。今回は第1章幼少期編で藤井風さんの人生の原点を一緒にたどってきました。心がじんわりと温かくなり、ご両親の愛情の深さに感動し、風さんという人間の本質に少し近づけたかと思います。でも本当の感動と涙はここからなんです。次はご両親との絆を紡ぐ第2章があなたを待っています。寝る前にまたは休憩中にゆっくりと藤井風さんの優しい世界に身を委ねてください。あなたの心はさらに深く揺さぶられ、でも同時に優しく包み込まれるような体験をするでしょう。それでは第2章両親との絆編でまたお会いしましょう。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。